絶対にその日本人の方の相手が後から「いや今の人疲れるな」今の人ちょっと、仕事頼めないなとかね。你问我爱你有多深，我愛你有幾分とかね。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は特別なゲストをお迎えしています。テレビとかラジオ、雑誌などで大活躍されている音楽博士のドクターキャピタルさんをお迎えしています。じゃあ早速インタビューしてみましょう。はい、今日はスペシャルなゲストをお迎えしています。キャピタル博士、もしよろしかったら自己紹介を兼ねて普段どんな活動をされているかお話ししていただいてもよろしいでしょうか。はい、もちろんです。春先生、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。とてもお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。光栄です。こちらこそです。はい、自己紹介になりますけど、はい、ドクターキャピタルと申します。ミュージシャンと、音楽教育者であって、普段の活動としてはオリジナルの音楽をリリースしたり、ライブ活動したり、また YouTuber としてカバー動画とその音楽教育者ですので、その音楽理論についての解説をしたりしています。はい、ですから教育者でもあり、ミュージシャンでもあり、シンガーソングライターでもあり、ギタリストでもあり、はい、そして全部中途半端です。いやいやいや、とんでもない。もうしかも今私が一生懸命、ゆっくり味わいながら読んでる赤い本がありますよ。ありがとうございます。そうですね、ライターとしても一応活動してますけど、一応その集英社インターナショナルさんからヒット曲のリズムの秘密というね、タイトルの本を出したんですけど、はい、またさらに何やったっけ、高校生の音楽という多分教科書に、少しだけ2ページだけ、内容も含まれていて、これ日本の全国の、高校で使われている音楽教科書、そして、アコースティックギターマガジンという素敵な、日本の雑誌の、連載コラムで毎回音楽理論についていろいろと書いてます。はい、ということで本当に多彩でいらっしゃいますけども、でもその中でも特に YouTube などを見ていると、はい、J-POP の良さを紹介していらっしゃいますよね。はい、そうですね。ちなみにキャピタル先生が初めて日本の音楽に触れた機会っていうのはどういうきっかけがあったんですか？僕は生まれ育ちがアメリカの西海岸オレゴン州、オレゴン州の一番大きな町はポートランド市で、それ僕の出身ですね。で、80年代から90年代に特に人気だったのか分かりませんけど、僕のそのポートランド市に日本人の留学生の方がたくさんいらしてた時期があったんですね。そのうち、僕の家族が4、5回ですけどね、日本人の留学生をホームステイに迎えたんですよ。なるほど。はい、だから英語勉強している日本人のかっこいい高校生たちが僕の家に泊まりに来てて、1週間だったり2週間だったり1ヶ月の時もあれば1年間以上ホームステイしてくださった方もいらして、それで直接その日本人の方から、J-POP の音楽を聴かせていただいたり、彼らをちょっと遠くから見てもなんか素敵な J-POP を聴いてるなっていう印象が強くて、僕の聴いたことない曲でいい曲が多いなと思って、しかもやっぱり僕がその時小学生中学生だったんで、当然その留学生の方々が僕より年上で、憧れのね、お兄さんお姉さんたちみたいな存在になってて、だからなんかこのお兄さんお姉さんかっこいいな、もうこの日本語という言葉かっこいいな、この音楽かっこいいなって全体的に興味を持ち出したます。それがきっかけでした。ちなみに例えばその時に初めて聴いた音楽の中にどんな音楽がありましたか？一番最初に印象的だったのはブルーハーツでしたね。ザ・ブルーハーツのリンダリンダとか流行りましたね。で僕すごいロックとかパンク大好きで、
まあ、リンダリンダは本当に素敵なパンクの曲で、なんでこんな素敵な曲があるのに僕のポートランド市のラジオ局が聴かせてくれないのかってね、すごい疑問に思ってしまって、ひょっとしたら僕の知らない世界が日本にすごい広い世界があるかもしれないっていう、もう本当に好奇心が急激に湧き出しましたね。ああ、そうなんですか。さっきパンクっておっしゃいましたけど、はい、やっぱりその日本の音楽ですけど、その聞いた感じはなんていうか、そのすごくエキゾチックとか異国っていうわけではなくて、やっぱりパンクだなっていうのは思ったんですね。そうですね、エレキギターとドラムとベースと、まあ、ソウルフル、かつロックらしいボーカルの歌い方だったりして、本当に、9割以上共通点ばっかり感じましたけど、やっぱりこの歌詞が日本語であることだけでも十分新鮮で、さらに2つ目にすごい印象的だったなというバンドが世紀末というメタルバンドですけど、僕の誕生日にロックンロールプリズナーというね、曲が入ったカセットテープを送っていただいたんですけどね、その歌詞の出だしがジャンキーなジゴロたちが all night long っていう歌詞でね、でまあその後に日本語の勉強をして、そのジャンキーなこのなは一応ね日本語の文法じゃないですか。ジゴロたちが、このたちがもうね古くからある日本語じゃないですか。でもこのジャンキーとかジゴロっていうカタカナは、まあ、今は日本語になってるだろうけど、まあちょっとその英語から多分ね、日本語に移ってきた言葉で、このカタカナという種類もありますね。でさらに、ところどころAll night long とかもそのまま英文を歌うところもあったりして、これがすごく面白いなと思って、それがきっかけで、僕の高校でいろんな外国語のクラスがあったんですけどね、ドイツ語を勉強してもよくて、スペイン語勉強してもよくて、ロシア語も、日本語もありました。でも日本語を選びました。もう当然こういう興味を持ってたんで、だからまあ高校時代からちょっと日本語を学び始めて、さらに大学時代に僕も留学しに、日本に来ました。そうでしたか。多分高校時代に一番最初に手にしたそのテキストっていうのは、そこに書いてあるのは多分標準語アクセントの単語だと思いますね。だから薬じゃなくて薬とか、寿司じゃなくて寿司とかですよね。しかも、留学に行かれた先はどちらですか？留学、先が東京でしたね。ですよね。ですから一番最初に習った日本語というのはいわゆる標準アクセントの日本語だったんですよね。そうですね。まあただ僕たちアメリカ人には特にそうかもしれないんですけど、イントネーションで意味が変わるとかっていう現象はないんですね、英語の中で。まあその言い方はありますよ。例えば、What? と言っても What? って言ってもね、そのイントネーションが違うだけで、あ、この人すごい驚いてる、あ、この人すごいイライラしてるっていうね、そういう声のイントネーションで、まあそのニュアンスは伝わりますけど、日本語や中国語みたいにもうイントネーションを変えたら意味が全く別の単語になるっていうのはないんで、僕たちはそれにどっちかというと鈍感なんですね。その最初に標準アクセントを覚えたというよりは、最初はアメリカアクセントで絶対に喋ってたと思います。おそらくですけどね、その東京で留学してた時、標準語に近づいていったと思います。周りが標準語ばっかりだったんで。でもその後ですよ。その後、もう関西人が増えたんですね、僕の周りに。そうなんですか。というのはね、最初に関東アクセントを習ってやっぱりそれで癖がついてしまうと、次に関西弁ちょっとやってみたいなと思ってもなかなか皆さんできないし、ちなみに私関西人です。
あ、ほんまですか。はい、ですからもうちょっともうはるさんどちらご出身ですか？私神戸なんですよ。それで、はい、でも大阪にも住んでたこともあって、ちょっともう今から関西弁にさせてもらいますけど、っていうのはもう標準アクセントを無理に使うの疲れましたんで、特にお相手の方がこんな完璧な関西アクセントで話してくださってるので、今から私も関西弁でいきたいと思うんですけど、例えば東京の方とかが関西弁やってみたいって言って関西に引っ越してきて関西弁やろうとしてもできてないんですよ、ほとんどの方は。だから私本当にびっくりしたんです。キャピタルさんの関西弁を聞いてイントネーション完璧やから本当にびっくりしたんですよ。もともと土台ができてない。いやいやとんでもないもうでも実際に長く一緒にいた人、例えばその1年間僕の家にアメリカ時代にねホームステイしてくれた方が、一応その人は東京育ちやけどご両親が関西人、大阪出身の人で、また僕が東京にホームステイしてた時代もその家に行ったんです実は。だからそのご両親とまたお姉さんとかとお話しする時は大体関西弁イントネーションで戻ってくるし、でその後に日本にまた住みに行った時は、福井県に住んでらした、DJ 野沢という方、ねの家に行ってしばらくもう数ヶ月間ぐらい DJ 野沢の家に泊めてもらって、もう毎日 DJ 野沢さんと5、6時間ぐらい会話してて、で DJ 野沢は大阪出身で、今度アメリカにまた引っ越した後に周りの友達がロサンゼルスやけど全員もう京都の人だったり大阪の人だったり、だからもう本当に土台ができてなかったんで、周りが関西人ばっかりやったら結構それが自然になって。ああ、そうだったんですか。でもちゃんと規則性があるし定着しているということからすると、やっぱりキャピタルさんのその音楽的な才能が関係あるのかなと思ってます。肯定アクセントでリズムとかそういうのもほんまにもう近いと思います、音楽の勉強と言葉の勉強、ほぼ同じような勉強やと僕は感じてまして、おっしゃる通り、もうイントネーション、これメロディーじゃないですか、また、リズム、イントネーションとリズムでだいたいアクセントがつきます、なんでその音楽の勉強のおかげでイントネーションとリズムはすごい敏感で、音楽の練習の時も集中的にイントネーションやリズムに注目をしていて、多分言葉の勉強の時も先生の声だったり MP3 の声だったり YouTube 動画の声だったり、それを真似しようとする時にやっぱりピッチとリズムにすごい多分注目していると思います。これ音楽の勉強のおかげでもあると思います、はい、そして例えばギターが弾けるようになろうと思ったら結局最初は下手でも何回も何回も練習しますよね。だから反復練習っていうことも、音楽をされてる方は反復練習っていうことに慣れてると思うので、やっぱり言葉を話すのも、急には話せないっていうことも分かってて、やっぱり、練習して何回も間違えても喋ってみてだんだん上手くなるっていう、そういうのもありますよね。そうですね、音楽の練習法として、繰り返しっていうのが基本じゃないですか、その新しいスケールを覚えました、じゃあ1回弾いてみました、じゃあ次行きましょうじゃなくて、そのスケールをもう100回弾いてからメトロノームを上げてまた弾いてメトロノームを上げてちょっとリズムを変えて今度は違うオクターブで弾いてみて、もうその復習もう何度も何度も同じパターンを繰り返してっていう練習法にすごい慣れていたんですね。これと関係する話でちょっとまた別の話ですけど、福井にね、住んでた時僕英会話の、教師の仕事をやってたんですね。で大体英会話のこのレッスンでは、何かの文章のパターンを教えます。例えば I would like to 何々で、ここで僕が見て思ったのは、効果的な練習法としては、その生徒たちが例えば4人とかいて、
で、一人が I would like to go to Los Angeles、I would like to go to France、I would like to eat ramen、I would like to eat steak で、テンポよく皆さんがその文章のパターンをテンポよく繰り返してちょっとずつ変えていくっていうのがすごい効果的だなと思ってて、たまにですよ、ちょっと非協力的というかその生徒さんがそのテンポを止めて I would like to っていう部分も使ってくれなくて I really want ってなんか一つ一つ言葉を選んで一から作ろうとする方がいたりしたんですね。で、そうするとその方は絶対に流暢には喋れるようになりません。やっぱりもうこの決まった部分をテンポよく何度も何度も繰り返してI would like to でその何々のところだけを変えたりして、これは非常に音楽の練習と似たような感じですね。リズミカルに言うっていうことがすごく大切で、はい、ちょっと同じことの繰り返しのように思うかもしれないけど、実はそれは大切だっていうことですね。ものすごい大切です。今、僕は日本語で喋っています、はいはい、ただもともと何か言いたいことを全部まず英語で思いついて、それを訳してるわけじゃなくて、もうそのまま日本語で出てきてます、それなんでかっていうと、それが自動的になるレベルまでいく、フレーズがあるわけですね。スラスラ話せるときは、なんでスラスラ話せているかというと、それ何回も今までも言ったことがあるので、本当に音楽の練習と一緒で、あとその音源も聞いて耳コピするというのもそのミュージシャンだったらあるんですけど、やっぱりピッチを確かめて耳コピして、はい、ああこれで合ってるっていう、ね、その過程もあって、それはすごくいいお話ですね。今やっぱり私の動画を見ながら、一生懸命日本語を勉強していらっしゃる方が多いですけども、やっぱり、一つの悩みとしてはさっき、先生がおっしゃった通り、なかなか口から出てこないという、言いたいことを頭でこう考えてそれを、言うんですけど、さっきの I really want to みたいな感じ、そこで止まってしまっているっていう悩みを持ってる方が、日本語ですけどね。じゃあ先生としてはどのようなアドバイスをそういう方にはしたいと思いますか？春先生とかね、本当に素晴らしい先生方が選んでくださっている教科書やったら信じたらいいと思います。で、その信じていい教科書に出てくる、よくあるパターンだと最初に会話があります、でその後に文法の練習、新しい単語とかいろいろあるんですけど、その会話の部分ものすごい繰り返して練習するのがいいと思います。でもうそのフレーズをスラスラ言えるようにもう暗記して、でそのフレーズを基本として何か一つだけの単語を入れ替える練習で、教科書の中でそれが例えば8つぐらい違うパターンで出てきます。いやいや、8つじゃなくて100個ぐらいの違う単語を入れてみるのがいいと思います。特に自分と関係があるものとかですね。とかですね。あと他の人が言ってくる日本語にね、慣れるためには自分と関係ない単語でも使うのがすごくいいと思います。だから例えばですよ、その例文が私の好きな色は何々。じゃあ実際僕の場合は、じゃあ私の好きな色は青です。もうそこで練習終わりましたか？いいえ。もうすべて存在する色で知っている単語の色すべて入れるのがいいと思います。私の好きな色は黄色です。私の好きな色は茶色です。私の好きな色は緑です。もうたくさんのバリエーションで、とにかくこの私の好きな色はっていうのが本当にもう自動的に口からもう出てくるように。10個ぐらい行った時にはもう私の好きな色は何にも考えなくても、私の好きな色は、まではもうペラッと一息で言えちゃいますね。一つのものになってきますから。そうですね。そのフレーズがもう固まって一つのものになります。それを増やしていけば流暢な日本語を喋れるようになりますよ。いいアドバイスありがとうございます。あともう一つすごい大きいのは、このタメ語に走りやすいのがやめた方がいいと思います。最初から。
確かにね、私も生徒さんにスラングを教えてくださいってよく言われるんですよ。でそれはね、もう上級レベルの方にはまあちょっとぐらい教えるのもいいかなと思うんですけど、まだこれは何ですかとかそういう勉強してる人がすごくスラング知りたがるんですよね。お前とか貴様とかそういう言葉知りたがるんですよね。おっしゃる通りですね。僕が例えば日本に留学しに来た時に、周りの日本人の方々が、まあすごい、かっこいい日本人の大学生だったりして、同じ年齢やし、多分お互いね気に入ってもらおうとしていて、まあ、すごいスラングで話してくるんですよ。日本語のスラングで。で当然タメ語でですますとかはなくて、でそうすると僕の周りのアメリカだったり他の国から日本語を勉強しに来た留学生たちは、まあ、こういう印象がついてしまったんですね。誰も丁寧語を使わないという印象が移ってしまったんですね。おはようございますじゃなくて、もうおはようとか押すとかだけ。これ飲む、これいる、食べる、どうするってね、みんなそういう喋り方やから、いや誰もが丁寧語使ってない、この教科書に載ってる日本語は使えないというね印象があって、それでタメ語だけを使うような人が結構増えたんですね、僕の周りに。でそれが当然お友達だけじゃなくて、また目上の人、例えば自分のホームステイのお父さんお母さんとか、また友達の親とか、また先生にとか、もう誰にでもタメ語で喋って、でそれ自慢そうにタメ語を喋るんですよ。ほら僕はそのありきたりのデスマスをめちゃくちゃダサく使っている外人じゃなくて、ほんまの日本語できてるんやで、すごいだろうってね、すごい自慢げにタメ語を使ってて、ちょっと KY な人はそれ特に多いんですけど、まあ僕がそれを客観的に見てて、明らかに日本人の方のこの相手が引いてるんですよこの人失礼だなと、またこの人はまだ子供だな、この人は、不真面目、この人信頼できない。で最初は楽しいかもしれないですよ。タメ語を使ってはいけない相手に使ってみたら、たまにその相手がなんかタメ語で返してきて、なんか良さそうな、瞬間はあるんですけど、絶対にその日本人の方の相手が後から「いや今の人疲れるな」今の人ちょっと、仕事頼めないなとかね、まあ大人として成り立たないというね感じになってしまうんで、本当にこれすごい重要だと思うんですけど、やっぱり最初はもう教科書通りデスマスをつけて、また敬語の勉強はバカにしないで丁寧に慎重にやるべきだなと思いました。その方が後からスラングの使い方も正しく使えます。スラングから入ったらいろいろと省略してるじゃないですか。でも何を具体的にどうやって省略しているかがちょっと把握できてないんで、スラングでめちゃくちゃ間違えることがあります。もう敬語も含めて丁寧語がね、この基本になっていて、でスラングその相手によってはまあ、削ってもいいんですよ。まあ、削ってしまった状態で日本語を覚えてしまったら、どこを足す、どうやってちゃんとした日本語に持っていくかっていうのが本当に大変だと思います。これをしたらこのバイリンガルであることはものすごいメリットですから、もう日本語のこのスキルが仕事につながることがあります。ただ丁寧語また敬語が使えない人には仕事が来ませんからすごくこれは実際的な、将来日本でまた日本語を使って仕事をする人にとっては本当に大切な点ですね。キャピタル博士の YouTube を見ていると、場合によってはカリフォルニアで録画したり、テキサスだったかなとか、場合によっては香港とか生徒とか、あと日本でも録画してる場合があるんですよっていう話があったと思うので、日本語と英語以外にも話せる外国語があったりするんですか？まあ一番話しやすいのは英語で、2番目が、日本語ですね。他の言葉も勉強したことはあります。で勉強中の時にその国に行ったりして、会話できるようになったことはあります。中国語は少しですね。
でもそれがもう5年以上前にその勉強が止まってしまっていて、今中国語を喋れるかって聞かれたら、いや喋れないというのが多分正しいと思うんですけど、あと、ポルトガル語とスペイン語の勉強もしたことがあって、ポルトガル語が3番目に話せる言葉ですかね。あともう歌でね、テレサ・テンさんとか本当に素敵な歌手の方で、日本語でヒットした曲たくさんありますけど、中国語でも歌ってはって、その你问我愛你有多深，我愛你有幾分とかね。これも歌のメロディーだから、あんまりあれイントネーションどっちやったっけ、こっちやったっけ、こっちやったっけ、そのピンインが 100%、できてなくてもメロディーでそれがごまかせるんで。春先生は台湾にいらっしゃるんですね。そうですね。行きたいですね。いいところですよ、本当に。台湾めちゃくちゃ行きたいですね。フルーツはめちゃくちゃ美味しいし、いろんなフルーツ。美味しそう。美味しそうです。グアバとかマンゴーとかいろんなパッションフルーツとかいろいろありますね。今度は、ちょっと次の日本に帰る計画は立ててしまったんですけど、今度計画立てる時はキャピタル先生のライブの日に合わせて帰りたいと思います。ありがとうございます。大体大阪でされますよね。大阪、東京が割と多いんですけど、今年からライブの数を10倍以上増やそうとしてるんですよ。特にこの3月、アメリカからすごい大親友であり、また本当に素晴らしいドラムを叩く人が来日してくれるんですけど、カイル・クレーンという人と、日本ツアーをやりますけど2週間で。そうですか。じゃあ、ライブの情報は、概要欄に載せておきますので、興味がある方は見てください。最後何かアピールしたいこととかありますか？そうですね、僕の新曲「ジャンピング・ジョーン」が最近リリースで、聞いてくださったんですか？はい、大好きです。あの曲とシリアルの曲は大好きですね。ありがとうございます。朝早くシリアル食べる曲、ね、大好きです。朝3時41分のシリアルという時差ボケのエピソードを話す曲があるんですけど、どちらもミュージックビデオがあるんですよ。皆さんにぜひ見ていただきたいです。はい、わかりました。ありがとうございます。そして音楽に興味がある人、日本語に興味ある人、関西弁に興味ある人もドクターキャピタルの YouTube で勉強してください。すごく面白い。勉強っていうか、もうすごくギャグもたくさんあって、もうすっごく面白いです。ありがとうございます。はい、わかりましたか？キャピタル博士は私たち外国語を勉強している人たちにとってすごく役に立つアドバイスをしてくださいましたね。一つの文をパターンとして何度も何度も繰り返して練習すること、その時によく耳で聞いてアクセントやイントネーションも真似すること、そして初心者のうちはスラングとかタメ語はなるべく使わない方がいいこと、日本語の丁寧語や敬語ができるようになってから少しずつ場面がふさわしければタメ語を使ってみる、そうでなければ最初から使ってみない方がいいっていうことも教えてくださいました。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。